こんにちは。今日はネット編みのバッグを作っていきます。普段とてもシンプルに作ることが多いと思うんですが、私は今回底の角を丸くしてハンドル部分をとても可愛い形で編んでいきます。さらに色を変えてちょっと変わった可愛いバッグにしていきます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのパニエ。綿 100% で 25g 23メートル。使用かぎ針の目安は7号から8号。これはだいぶ前のもので2021年4年前のものになっています。カラーナンバーは4番。こっちはカラーナンバー2番。こっちはカラーナンバー1番。全く同じものは売っていないと思うんですが、似たようなものは売っていると思うので、好みの糸で作ってください。で、針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。で、この糸はこんな感じのとても太い糸で綿 100% でしっかりとしています。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず底を作っていきます。鎖を編んで四角を編んでいきます。この最初の鎖の数について、今回の鎖の数は奇数にします。奇数であればどんな数でも大丈夫です。まず好みの長さになるまで鎖を編んでいきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま好みの長さになるまで鎖を編んでいきます。26センチ編んできました。鎖の数は31。私はこれぐらいの長さにします。最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。これがこれから編んでいく長方形の角になります。次は鎖3つ。1、2、3。これはゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。足元はこのマーカーをつけた隣の隣。1、2。ここに長編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏に長編み。で、これで四角。次も四角を作っていきます。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目。長編み。次もこのまま端まで四角を作っていきます。次は2段目。鎖4つ。1、2、3、4。1、2、3、4。裏返します。
長編みの上に長編み、これで四角の上に四角、次も四角、鎖1つ、長編みの上、鎖、このまま端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。ここでも四角を作ります。鎖1つ、こっちから数えると1、2、上が2本になるようにします。下は1本、この位置に長編みで、このマーカーはまだつけたままにしておきます。次は3段目、さっきと同じです。鎖4つ、裏返して長編みの上、次もで、このままさっきと同じ、ここだけ少し違うのでここまで編んでいきます。3段目の端まで来ました。端は鎖1つと下の鎖の下から3つ目、ここに長編み、上が2本で下が1本、これで3段目が終わりました。次は4段目、全く同じように編んでいきます。で、裏返してこのまま四角を作っていきます。好みのこの大きさになるまで編んでいきます。4段編んできました。長さは 7.5 センチ、横幅は今の状態で22センチ。私は細長い底が好きなのでこれぐらいにします。長財布やお弁当を入れる場合はあと何段か編んでいきます。で、好みの形にします。次はこの周りを四角で一周します。その時に角で三角を作って、そこの角が丸い形になるようにします。そうするととても可愛い形になります。で、見やすいように私は糸を変えていきます。皆さんは続けて編んでいきます。次は鎖4つ、1、2、3、4と編んでいきます。私はここで糸を変えるので、鎖4つ、1、2、3、4で、長編みに長編み、ここに入れていこうかと思います。入れやすいところに入れて大丈夫です。これで鎖4つと長編み1つ、これで三角ができました。この四隅に三角を作っていきます。次は四角、この四角の上に四角、鎖1つで、この
間、ここぐらいに入れていこうかと思います。ここも入れやすいところで大丈夫です。これで四角の上に四角、次も四角、次も次は角、マーカーをつけています。ここに四角、まず鎖一つでマーカーをつけていたところ、上が2本、下が1本、これで四角の上に四角、角は三角にします。鎖一つ、同じところに長編み、これで角に三角、次は四角で、またここで三角、とりあえずここで四角を作っていきます。このまま角まで四角を作っていきます。次の角まで来ました。ここは糸端が出ていると思います。ここに最後の四角、鎖一つと糸端が出ているところに長編み一つ、角には三角、鎖一つと同じところ、これで三角ができました。次からまた四角を作っていきます。ここでまた三角、ここでは鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に長編みをします。でまた四角、スタートしたところまで戻ってきます。一周編んできました。最後も四角を作ります。鎖一つ、次は三角があります。この三角の下から3つ目、ここに引き抜きます。上が2本で下は1本、引き抜いてつなげます。これで四角と三角がつながりました。次は側面をぐるぐると編んでいきます。で次はまた糸を戻してこの色で編んでいきます。ここはまた休めておいて、鎖を4つ、1、2、3、4、三角の上に四角を作ります。このまま長編みの上、これで三角の上に四角ができました。今度は全部四角を作っていきます。三角の上も全部四角、鎖一つで長編みの上、
角、長編みの上、三角の上も四角を作ります。これで三角に四角、次もずっと四角を作っていきます。ずっと四角を作って三角の上にも四角、また次の三角の上にも四角、これでスタートしたところまで編んでいきます。三角の上に四角を編んで一周してきました。最後も四角にします。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これでつながりました。次からもずっと四角だけを作っていきます。鎖4つ、四角の上に四角、このまま一周します。一周したらここに引き抜いて、また鎖4つ、これを繰り返していきます。三角の上から数えて1,2,3,4,5,6,7,8周編んできました。長さは三角の12センチ。ちなみに横幅は29センチ。私はこれぐらいで次に糸を変えていきます。その前にもう一周だけ同じ色で編んでいきます。その方が綺麗に糸を変えることができます。細編みを編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次は四角の中、次は長編みの上、四角、長編み、四角、これで一周します。また四角を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4、鎖の根元はここ、この隣の隣、1、2、長編み、これで四角ができました。次も鎖1つ、1、2、これで一周します。一周編んできました。最後も鎖1つ、1、2、3、次も同じ色で編んでいきます。ここで色を変える場合には細編みで1周で、次の色を編んでいきます。私はここを2周か3周編んでいきたいので、また鎖4つで、長編みの上に長編み、このまままた四角で1周編んで引き抜きます。私はこの色でしばらく編んで、色を変えるときにはここと同じで細編みで、次のタイミングで色を変えます。でこれが終わったらまた細編み、三角の次から数えて15周編んできました。長さはこの部分が
18センチ。そこから測ると24センチ。色を変えたところは、グレーの長編みが1周、細編み、ベージュは2周、細編み、でまたグレーの細編み。こんな感じにしました。私はハンドル部分をこの色で編みたいので、最後この色で細編みをしました。お好きな色で大丈夫です。これで大丈夫だったら、最後に糸を切ります。これが本体の終わり。鎖一つを編むようにして、次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て、大体で整えて、両脇にマーカーをつけます。大体の脇の位置。で、数を数えます。こっちも数えて同じ数になるようにします。次に好みの位置にマーカーをつけます。私は中央が10センチ。今、ストラップの付け根を編んでいる途中です。私はさっき、この中央の空いてる部分を10センチぐらいにしたんですが、ちょっと編んでみて、もう少し広い方が可愛いかと思うので、少し広げて、だいたい13センチにしていこうかと思っています。中央が13センチ。脇は8.5 センチぐらい。少しずらして作り直そうかと思っています。で、このマーカーは長編みの上につけます。こっちも長編みの上。で、四角の数を数えて同じ位置にマーカーをつけます。次はこのマーカーのところから次のマーカーのところまで、ここからここまで四角を編んで往復します。これは脇につけたマーカーなので外しておきます。で、バッグの脇から見て、こう四角を作っていきます。そうすると正面から見たときにこんな形になります。で、その後に鎖を編んでストラップにします。で、どちら側から編んでも大丈夫です。まず内側から鎖4つ、1、2、四角、次も四角、このままこのマーカーのところまで、次のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも鎖1つ、マーカーのところに長編み、次も鎖4つ、1、2、3、4、裏返して、今度は外側から編んでいきます。こっちが表、こっちは裏。表を手前にして、
四角を作っていきます。長編みの上、これで四角の上に四角、次も同じ。このままこの四角の端まで、ここぐらいまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。最後も四角にします。まず鎖1つ、足元は鎖があります。この下から3つ目、ここに長編み、これで最後も長編みができました。で、ここから鎖を編んでストラップにします。反対側も同じように編みたいので、これは一旦休んでこのまま置いておきます。他に糸が余裕がなければ、これを一旦切ってこっちを編んでいっても大丈夫です。こっちも同じように編んでいきます。こっちと同じ。まず内側から鎖4つ、1、2、3、4、1、2、四角、次も四角、こっちと同じものをもう一つ作ります。両脇に四角ができました。四角は2段になっています。次は鎖を編んでこことつなげます。ここから鎖を好きな長さまで、私は肩にかける長さにしたいので少し長めに編んでいきます。手に持つタイプにしたいときには短く編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。好みの長さまで鎖を編んできました。私は長さ44センチ、鎖の数は61、奇数になっています。次はこれをつなぎます。まずねじれていないか確かめます。ここに引き抜き編みでつなぎます。こっちは鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜いてつなげます。これでつながりました。反対側も同じようにつなげます。その片方だけ短く切って、もう片方は糸を長く残しておきます。で、反対側、こっちもすでに鎖を編んでいます。同じようにねじれていないか確かめてから鎖の下から3つ目、引き抜いて引き抜いて、これでつながりました。両方ともつながったら、次はここからこの四角を編んでいきます。また鎖4つで
始めます。1、2、3、4で、長編みの上に長編み。このまま次の角まで。とりあえずここまで鎖の手前まで編んでいきます。ここからスタートして鎖の手前まで来ました。ここでも四角を作ります。鎖一つ、下の長編みに長編み、次から鎖に四角を作っていきます。鎖一つ、足元一つ飛ばして二つ目、表でも裏でも大丈夫です。私は裏に、次も1、2、このまま端まで同じように四角を作っていきます。でここでもここまで長編みで一つ飛ばして、次はこの鎖の上、ここまで四角編んで、ここも四角、ぐるっと編んでスタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。最後は鎖一つを編むようにして糸を切ります。で引き締めて、あとはこれを隠します。目立たないところに針を入れてほどけないように隠します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。ストラップはこんな感じで、少し長めで、幅は 1.5 センチぐらい。とても可愛くなっています。でこの付け根がちょっと変わっていて、肩にかけた時にちょうどいいアクセントになると思います。そこは少しだけ広めに作りました。私はこんな感じの色で作ったんですが、お好きな色でお好きな配色で作ってください。ここから測って27センチ、横幅29センチ、ストラップはここから測って56センチ、使った糸は 160g、私の場合はネイビーを 90g、グレーを 45g、ベージュを 25g 使いました。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。